おなつこんちこんばんは、ポーテートで今日もデータぶつけてきてるやつをよろしくお願いいたします。じゃあですね、モメンタムで99以上はあるのかやっていきたいなと思います。ということでですね、これロマンの検証って形になってきますけども、以前ですね、モメンタムについて検証していきましたよという形で、これでですね、一応条件自体は分かったんですけども、まだ見てない方でぜひ見ていただいてって感じなんですけど、じゃあ99の状態でモメンタム発動したらどうなるんだろうか、限界突破みたいなところになっていくのかみたいなのをやっていきたいなと思います。で、以前ね、検証、これは前作の時ですけども、月についてね、以前動画を出してはいるんですが、今作ね、どうなるか分かりませんから、なんかね、変わってる気もするけどね、ただ数字は嘘つかないからね。なので、そういったところをね、今回はやっていきたいなと思います。で、検証方法ですね。検証方法は今までと同じような形になっていきます。iPad にね、動きを記録させて検証していきます。1秒間60個目になってますよという形になっていきます。ペナルティエリアですね。ここをね、測っていきたいなと思いますということですね。で、使っていく選手なんですけども、ベニシウス、こちらをね、使っていきながら99になった状態でどうなっていくのか、これを見ていきたいなと思います。はい、まずはですね、モメンタム発動してない状態の全部99のビニシウスですね。これを見ていきたいなと思います。以前もね、42とかが早かったんだっけね。そんぐらいだったと思うんですけども。はいはいはい。でも44とか。でもブレの大きさまでも多少あるのかな。はい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 。はい、見ていただきました。なので、最高速42コマ、4秒42コマって形ですね。42コマから44コマのところを、推移していくような形になってきましたよというところです。はい、ということで、じゃあこれが、99なんで、ここからですね、モメンタム発動したらどうなのか見ていきましょう。さあ、モメンタム42を超えていくのか、ロマンですけども、42来た。いきなり42来ましたよ。44コマ。あれ ?43。怪しいですね。もうすでに怪しい。43、42以上無理なのか42。はい、ということで見ていただきました。42以上にはならなそうな感じだったかな。一応票を持ってきました。こうなりました。はい、一応ね、93の時のモメンタムを左側に載せておきましたけども、最高速、変わらないですかね。ブレもそんなに変わらないかなという形になりました。赤がモメンタムですね。で、縦軸が40コマ、44秒の何コマかって話になっていきますけども、いやー、ダメかな。まだ終わらんよ。はい、ということでですね、カカともサラ、これ持ってきました。ちゃんとね、左利きっていうのと、あと身長高い系のモメンタム、これを持ってきまして、それぞれタイプが違うタイプですね。で、これダメだったら諦めてやろうという形ですね。で、モメンタム発動してない時と発動してる時、これをね、両方それぞれね、もう一回測ってきましたから、これでどうなるのか、これを見ていきたいなと思います。まずはですね、モメンタム発動してないカカから見ていきましょう。45コマ、45コマ、そうですね。前回、ちょっと瞬発足りてないんですけどね。でも 41?41 出てましたね。サラも見ていきましょう。サラもね、瞬発89なんですけど、41? ちょっと待って。早っ。めっちゃ早い。ちょっとどういうこと？なんか問題すごい山積みになっちゃってるんですけど、いやでも一旦ですね、これ一旦ちょっと置いといて、モメンタム発動したら40コマ以上かな。今回で言うとこの41コマが最後だったんで、40コマ以上が出るのか、これを見ていきたいなと思います。さあ、40コマ出るのか。43、42、いいですよ。いい感じよ。このまま42いけるか。42、41。サラまだあります。サラがいきます。41。お、いいよ。このまま勢いで41。早い。
42、42いかないか。はい、ということで見ていただきました。一応表にしました。こうなりました。ドン。はい、ということで一応ね、今までのもざっと載っけてありますが、赤がね、モメンタム発動した時のグラフになってます。まあ、最高速に関してはね、変わらないですかね。ちょっと他にもいろいろ言いたいことありますが、って感じですかね。まあ、なんか若干ね、気持ち、モメンタム発動してる方がなんか、安定感高いのかなみたいなね気もしますがね。まあただスピード速くなるって感じじゃなかったですね。ということでちょっと結論です。モメンタムは99が上限とします。はい、ということでいろいろ見ていただきました。まあざっくりね見ていただいたかなと思うんですけども、まあ結果的な話をしちゃうと、まあ以前ね検証、出した動画ですけども、スキルの部分ですね、これまだ見てない方見ていただければなと思いますけども、まあ能力上昇系というんですかねのスキルに関しては、まあ99が上限になっていくのかなというところですかね。まあとするとですね、他のスキルもね同じようなところが入れてくるのかなとは思いますが、まあ、またそこに関してはねいろいろ検証はねやっていきたいなと思います。まあなのでモメンタムをねフル活用したいようであれば93に抑えておくのがやっぱ一番いいのかなとは思いますね。結果的にねロマンがなかったのがちょっと悔しいなとは思うんですが、まあでも現状の仕様ではそういうことっていうのはね知っておくと大事かなと思います。まあただじゃあ93以上にしたら意味ないのかっていうとそういうことではなくて、もちろんですね実際ビルドアップとかで考えるとまあ中盤あたりっていうのかな、でボールを受けることも多いので、そう考えたらまあ全てが全てねアタッキングサードでドリブルするわけじゃないので、まあそう考えると全然ね93以上にしても全然意味はあるかなとは思いますしね。であとは選手によってはドリブル数値は高いけどボールキープが低いとかボールコンが低いとかもあったりすると思うので、まあ、そのあたりはですねちょっとバランスを見ながら、あとは自分がその選手にどういう役割を求めるのかみたいなところをね踏まえた上で育成を考えていただけたら良いのかなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、であとはですねちょっとまあ他にもね気になったことがいっぱいあったかなと思うんでそれを話していきたいなと思うんですけど、多分ねでもちょっと理由はちょっとあって少しね理由分かったんですね。急にそのカカとかがねレオンとかよりだいぶ速くなったとの違いっていうのかな分かったんですけど、っていうのがねこの測り始めのところなんですけど、ここがねこの走り始める時のボールの位置とか立ち位置ですね、これによって結構変わるっぽいんですね。トップスピードに行くまでの時間が主に影響していくような感じかな。まあもちろんね瞬発力とかも影響あるんですけど、それ以上にねちょっとそこがね影響してるんだなって感じはしました。なのでまあ前作はここまで影響なかったんでそんなにここ気にしなかったんですけど、今作になってよりね差が出るような形になってきました。まあなので5コマとか最大で5コマとかね差が出ちゃったのかなって感じですかね。まあなのでそこを揃えればレオンとかネイマールもね多分同じような感じになるんじゃないかなと今思っております。それをちゃんと把握するまでに時間かかっちゃって動画を出すまで時間かかっちゃったんですけど、なので今回もカカとかサラーも若干ブレありましたけど、ここちゃんと揃えればカカとかももうちょっとね測定のブレっていうのはまあ少なくなるかもしれないなとかちょっと思ってたりはしますかね。現状言えることで言うとね185センチとかのカカでもだいぶ速かったんで、そう考えるとまあ最高速っていう部分の観点で見ると身長っていうのはそんなに関係ないのかもしれないですね。まあもちろんボールの扱いやすさの違いとかあると思うんですけどね、そんなところかなと思います。で現実的な話をしていくとねドリブルの体勢っていうのがドリブルに入るまでの体勢みたいなところは結構影響ありそうなのかなとは思いましたので、そのあたりをね実戦でも体勢とかを気にするっていうのはまあなかなか難しいかもしれないですけど、体勢がね影響あるんだなっていうのは知っておくとね大事かなとは思います。はい、というところでその辺はですね念頭に置いた上で実践のね参考にしていただけたらなと思います。はい、というところですかね。ちょっと動画自体はどうだろうさらっとは終わってるかなと思うんですけど、ちょっとねだいぶ時間かかっちゃったんで申し訳ないんですが、こんな形で今日は終わりたいなと思います。またちょっとねスーパーサブとかあとは数値の105とかまではいけるのかな、スピード105とかいけるかなと思ったりするんで、ちょっとその辺はねまたやっていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。ちょっとこれも見たいなとかあったら、ね、ぜひコメントで教えていただけたらなと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。この動画が良かったら参考になったら面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。